こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、マイクロビットと PC 間のシリアル通信の第2弾として、マイクロビットから送られてくるシリアルデータを受信し、リアルタイムでグラフ化する方法について解説します。こちらが、今回作成するアプリケーションの実行イメージです。送信側となるマイクロビットから、内蔵の加速度センサーの情報を USB ケーブル経由で PC に送信します。PC 側では、その受信した加速度データをリアルタイムでグラフに表示します。まず、送信側となるマイクロビットのアプリの操作イメージです。電源を入れるとハートのアイコンが表示され、準備状態となります。この状態で A ボタンを押すと測定が開始され、加速度センサーの X、Y、Z、3軸のデータがシリアル出力されます。測定を停止したい場合は、B ボタンを押します。こちらがマイクロビット側で動作するマイクロ Python のコードです。マイクロビットの Python エディターで作成しました。全体の処理は、while true の無限ループになっています。まず、A ボタンが押されるのを待ちます。A ボタンが押されると、今度は B ボタンが押されるまでの間、内側のループ処理が繰り返されます。ループの中では、アクセロメーター get_x、get_y、get_z を使って加速度の各軸の値を取得し、UART.write を使って、通し番号と XYZ の値をカンマ区切りの文字列としてシリアル送信しています。スリープ10例を入れることで、100ミリ秒つまり 0.1 秒ごとにデータを送信するようにしています。次に、PC 側の受信アプリケーションです。GUI の作成には、ページというツールを使用しました。こちらがページによる画面設計の様子です。ウィンドウ上部に、スタート、ストップ、エクジットの3つのボタンを配置し、その下にグラフを描画するためのフレームを1つ配置するという、シンプルな構成です。ページで画面設計を保存すると、このようにいくつかのファイルが自動的に生成されます。GUI の骨格となる。acc_graph.py、そして、ボタンが押された時の処理などを記述していく。acc_graph_support.py が中心となります。今回は、この acc_graph_support.py に機能を追加していきます。こちらは、ページが生成した。acc_graph.py の冒頭部分です。定金ターを使って GUI 部品を配置するコードが自動で書かれています。このファイルは基本的に変更せず、acc_graph_support.py をインポートして使用します。ここからは、acc_graph_support.py に追記、変更するコードの解説です。まず、必要なモジュールをインポートします。シリアル通信のための、シリアル処理を並行して行うための、スレッディング、そしてグラフ描画のための、マトプロッティブ関連のモジュールなどを追加しています。次に、プログラム全体で使用するグローバル変数を設定します。グラフ描画関連の、フィグやキャンバス、受信データを格納する。タイムアンダーラインデータや X アンダーラインデータなどのリスト、そして、プロット中かどうかを判定するフラグ。is アンダーラインプロッティングなどを定義します。アプリケーションのメインエントリーポイントとなる。メイン関数です。GUI の初期設定を行う。センナプアンダーラインGUI関数を呼び出す処理と、ウィンドウの閉じるボタンが押されたときに、EXIT アンダーラインアプリ関数を呼ぶ処理を追加しています。センナプアンダーラインGUI関数で、GUI の初期設定とグラフの埋め込みを行います。まず、3つのボタンにそれぞれ、スタートアンダーラインプロッティング、ストップアンダーラインプロッティング、EXITアンダーラインアプリという関数を割り当てます。次に、マトプロッティブのフィギュアを作成し、グラフのタイトル、X 軸、Y 軸のラベル、Y 軸の表示範囲などを設定します。続いて、X、Y、Z 各軸のデータをプロットするためのからのラインを作成します。最後に、作成したマトプロッティブのグラフを、フィギュアキャンバス TK アックを使い、定金ターのフレームに埋め込んで画面に表示させます。こちらは、PC に接続されているデバイスの中からマイクロビットを自動で見つけるための、
find _microbit_ ポート関数です。接続されているシリアルポートのリストを取得し、ポートのハードウェア ID にマイクロビット固有の VID と PID である 0D28、0204が含まれているかを確認します。見つかれば、そのポート名を返します。スタートボタンが押された時に呼ばれる。スタート_プロッティング関数です。まず、グラフとデータをクリアし、先ほどのfind _microbit_ ポート関数でマイクロビットのポートを探します。ポートが見つからない場合は、エラーメッセージを表示します。ポートが見つかったら、シリアルポートを開きます。そして、ここがポイントですが、シリアルデータを読み取るための処理を、スレッディング .thread を使って別スレッドで開始します。これにより、GUI の応答性を保ったまま、バックグラウンドでデータ受信を続けられます。最後に、グラフを更新するための、アップデート_プロット関数を呼び出します。ストップボタンが押された時に呼ばれる。ストップ_プロッティング関数です。プロット中フラグ。is _プロッティングをフォルスにしてデータ読み取りのループを止め、シリアルポートが開いていればクローズします。exitボタンが押された時に呼ばれる。exit _アプリ関数です。ストップ_プロッティング関数を呼び出して終了処理を行った後、take into アプリケーションを安全に終了させます。こちらは、スタートボタンが押された時などに呼び出される。クリア_データ_&グラフ関数です。グラフと、それまで記録していたデータをクリアにする役割を持っています。この部分では、まず、タイム_データ、X _データ、Y _データ、Z _データといった受信データを保持しているリストの中身をクリアメソッドで全て空にしています。そして、経過時間をリセットするために、スタート_タイムを現在の時刻で更新しています。続いて、グラフの見た目をクリアする処理です。まず、AX.CLA を実行して、軸に描画されているグラフを完全に消去します。タイトルや軸ラベルも消えてしまうので、セット_タイトルやセット_クラベルなどを使って再度設定し直します。そして、X、Y、Z それぞれのデータをプロットするためのカラのラインを改めて作成し、判例を表示させます。最後に、canvas.draw を呼び出して、クリアされた状態のグラフを画面に反映させます。別スレッドで実行される。read _ シリアル_ データ関数です。is _ プロッティングが true の間、シリアルポートから1行ずつデータを読み込み、間まで分割します。データが正常に受け取れていれば、各リストに値を追加していきます。また、ここでは5秒経過したらグラフを自動でクリアする処理も入れています。ループの最後に、time.sleep を入れることで、CPU への負荷を軽減しています。最後に、グラフの描画を更新する。アップデート_プロット関数です。read _ シリアル_データ関数によって更新されたデータリストを、セット_データメソッドを使ってグラフにセットし、canvas draw _ アイドルで効率的に再描画します。ルート、アフター30、アップデート_プロットで30ミリ秒後、およそ秒間33フレームのレートでこの関数自身を再度呼び出すことで、グラフがアニメーションのように更新され続けます。今回は、マイクロビットの加速度センサーの測定値を PC のディスプレイに表示するプログラムを作りましたので紹介します。マイクロビットのプログラムは Python エディターで作成しました。A ボタンを押すと測定が開始されシリアル出力されます。また B ボタンが押されると測定を停止するといった簡単なものです。それでは、このプログラムの動作状況を、前回の PC の受信プログラムで確認してみましょう。スタートでシリアル受信を開始します。そして、マイクロビットの A ボタンを押して送信を開始します。すると、このように受信番号とセンサーの X 軸、Y 軸、Z 軸の加速度の値が表示され正常にマイクロビットが動作していることがわかります。それでは、今回作ったプログラムを実行してみましょう。画面が表示されたら、
スタートボタンを押して受信を開始します。また、マイクロビットも A ボタンを押して送信を開始します。すると、このように加速度の X 軸 Y 軸 Z 軸のセンサー値がグラフが表示されます。グラフはリアルタイムに表示され、5秒間表示され、それを過ぎるとグラフがクリアされて再表示されます。そしてストップして、スタートでまた再スタートすることができます。プログラムの詳細については、また別の動画で発表します。